岡税と立子駅行きのバスから出るんですけれどね、お時間までお理解でお待ちください。はい。はい。なさそうだね。こっちが乗船口だった。こんにちは。私たちは今舞鶴港に来ています。緊張するな。今日はね、舞鶴港から小樽まで新日本海フェリーを使って向かいます。21時間の船旅。楽しみだね。一応予報ではね、波はすごく穏やかで 0.3 メーターとかの予定なんだけど、ここに来る時に乗った電車でちょっとなんかね酔った。初めてかな、こんな電車で酔ったのは。だからね、なんか自分の乗り物酔いの強さに対してね、自信が少しなくなってきてるから酔い止めは一応飲もうかな。前回すっごい楽しい初めての船旅があって、そうだね、阪急フェリーに乗りました前回。今回2回目。今すごい気分も盛り上がってここのフェリーターミナルに到着したところなんだけど、そう、あと出発まで4時間4時間ぐらいで、今、まだ7時の40分ぐらいなんです、午後で。8時ぐらいに私たちのペットシッターさんから連絡がまた来る予定なので、その電話を受けたら港のねちょっと見えるところまでちょっと移動するとね、8時50分ぐらいに小樽から到着するアカシアが見れるそうなんですね。なのでちょっと出てあちらに見に行って、せっかくなんで撮影させていただこうかと思います。1階にはちょっとこじんまりしてるんですけどね、阪急フェリーのターミナルバーンってすごく大きくて、私たちあれ見ただけで圧倒されちゃったんだけど、ここは公民館みたいな感じのフェリーターミナルです。お土産屋さんの奥にカフェみたいのがあって、そこでいろんなね郷土料理食べられます。だからもうちょっとしてお腹空いたら8時9時ぐらいかね。9時がラストオーダーなので食べに行ってみようか。食べに行こうかと思います。はい、できました。はい、これどうぞ。いただきます。豚骨スープ透明だけどすごいいい感じで豚骨が効いてる。さっぱり豚骨だね。美味しい美味しい。麺はねプルプル、加水率高め。チャーシューが大きいのがね12345枚も乗ってるの。チャーシューはね歯ごたえがすごくあって肉感が強い、食べ応え満点。ラーメンが結構トゥルトゥルとした麺なのであんまりお腹いっぱいにならないかなって思ったんだけど、このお肉チャーシューがあれば男性もこれ一杯でお腹いっぱいになると。これがあんかけ焼きそば。美味しかった。もう熱々で美味しい。美味しいね。こっち醤油味だからさ、なんかね塩味よりコクがあって。
で最終的に、バランスを取る岸にこれで近づくのかしらね、あっちで巻いてね。外で見てるとだいぶ新しい発見がありますね。わかるかな、煙が。シャッフルできてない。頑張ろ11時15分に搭乗開始です。う。長かった4時間。あとね、子供さんすごいいっぱいいます。いるね子。供さん連れがすっごいいっぱいいる。まあでも今日はそんなに揺れないだろうから、子供さんでもきっと大丈夫なんじゃないのかなとか予想しています。思ったより混んでるよ。2人分なんですがいいですかね。2名様。はい、2人です。はい、わかりました。はい、すいません。どうもありがとうございます。うわ、ちょっとふみさん、それめっちゃ怖いでしょ、ここで立ち止まるの。はい、ありがとうございます。うわ、高い。鍵をフロントで渡します。なんか結構広いんだけど。今お部屋に入りました。お部屋の感じはとっても広いです。ちょっとびっくりした。カプセルホテルより広いです。このくらい。今私は両手を広げています。両手を広げてね、こうやってくるって回ることができちゃうぐらい広いです。全く狭くないですね。これはツーリスト S っていうお部屋で、今通ってくる廊下にあったツーリスト A っていうお部屋の次に安い部屋なので、個室料金がかかる一番安いお部屋です。料金に関しては夫と私と2人分取ったんですけれども、1人当たり19,500円、だいたい2万円ですね。2万円で京都の舞鶴から北海道の小樽まで21時間かけて連れて行ってもらうっていう感じです。これからどうしようかなっていうふうに考えてたんですけれども、お風呂に入ろうってずっと思っていたので、大浴場1箇所しかないので、とっても混雑するっていうブログを、まだコロナ前の頃のブログを読んだんですが、多分今日はそんな形で同じように混むんじゃないのかなと思います。なぜなら大浴場の営業時間が今から深夜の1時まで、今深夜12時なんです。この1時間しかないので、みんながパッと集まってしまうと多分すごく混雑していて、1時には終わらなくて髪の毛も乾かないとか、そういうことになってしまって、結局寝るのまた2時3時になって、でまたもう一つ問題があって、朝食っていうのが、朝食やってるレストランの営業時間が朝の8時から9時までの1時間だけなんです。なのでそれを逃すと
カップラーメンとかになっちゃうんですよ。だからせっかくなのでそちらをいただきたいなと思うので、お風呂は明日のお昼にしようかなと思いまして、ちょっとお化粧とか落として部屋着に着替えて、ちょっとざっとシャワーぐらいは浴びたいんですけども、でもすぐ今日は寝ちゃおうかと思います。明日は7時ぐらいかな、起きるの。7時か6時には起きて軽くお化粧したりお風呂入ったりしてから朝食っていう風にできるのがベストですよね。多分ね、もうそろそろ出港のですね。なのでデッキに行きましょう。うわー、出た出た。何も見えないね。確かに恐ろしいわこれ。多分さっき私たちが撮ってたのがどっちだ、こっちかな。今デッキを見てきたんですけれども、出港の瞬間というか離岸する瞬間、その部分はデッキからは見えなそうだったんだよね。なのでちょっと急ぎでお風呂に入って今日はそこまでにしようかなと思います。お風呂を諦めようかなって言ったんですけど、実はちょっと覗いてみたの。そしたらそんなに混んでなさそうだったんですよ。やっぱり男性の方はいっぱい出てきてたよね。もう今乗り込んで10分ぐらいじゃない、私たち乗り込んで10分ぐらいなんですけど、男性はもう普通に風呂上がりな感じでもういっぱい出てきてたので、私もちょっとサクッと10分ぐらいで入ってきちゃいたいんだけど、本当はさゆっくりサウナとか入りたいなって思ってたんですけど、サウナは明日に回すとしてサクッと汗だけは流しちゃってそのまま休もうかと思います。気持ちいい。動いてる動いてる。あ、ちょっと横向きに動いてるね今ね。ここはすごい見れるんだね。見れんだね。あー、怖い怖い怖い。
モーニングセットが8番でお用意します。合計で1300円になります。はい、5000ですね。8番のお客様、モーニングセットこちらですね。7番のお客様、カレーセットこちらですので、コーヒーそちらにご用意してます。今ちょうど8時過ぎぐらいです。でレストランがオープンしたのでレストランに来て、私はモーニングセット、そして夫が定番になりつつあるカレー、朝カレー。苦いストロングコーヒーですね。結構苦い実は私たちまだまだ全然寝起きで、顔を洗って最低限の軽いメイクをして出てきたんです。ちょうど今どの辺を航行しているかというと、新潟県のあたりでしたね。佐渡島とかさ、今こっちに向かって進んで結構ストロングでしょ、こっちに向かって進んでるから、あっち側に、ね、本州とか佐渡島とかがあって、こっち側はロシアだねそうです。どこまでも海。何も見えないね。なんか一人じゃなくてよかったな。一人だとこれは途方に暮れるね。寂しく感じるかもね。逆にリセットとかするにはいいのかもしれません。で揺れに関しても今お伝えしちゃいますけれども、まあないかな。寝てる間とかもう全然何にも感じなかったっていうか、疲れてたのもあんのかな。寝れなかったね。もう一度寝ついたらもう朝だったもん。私もそうだった。私が7時に一応ね、お互い起きた方を起こそうっていうことにして、それで私が先に多分6時58分に起きたのねだから一応顔洗いに行く途中で起こしました。目覚ましになったからね、あんまりずっと鳴り続けてたらちょっとカプセルホテル状態のお部屋というか大部屋なので、ちょっとまずいかなと思って、それで一旦起こしに行ったんですけど、また寝てたねいいの、普段いつもね、私の代わりに早く起きて猫に餌やってくれてるんでそうだね。今日は一日が長いな、きっと今日はね、本当にお天気もめちゃくちゃいいし、素晴らしい。外ね、風が吹いてるから寒いかなって思ったの。なぜなら6月の頭にね、瀬戸内海の航路で乗った時は朝寒かったんだよね。だからこれ長袖なんだけど、正直ちょっとアトピーがまずいね。ここ汗かいちゃうとアトピーが出てきちゃうんでちょっと着替えてから船内探検とかに行ってこようかと思います。アカシアっていう今私たちが乗ってる船は2004年就航しました。2004年の7月1日で、もう一つ姉妹船があって、それは7月2日就航なんですけれども、またいつか乗りたいと思ってますね。大体18年かな、ですね。18年経ってるので、それなりに金ピカではないんですけれども、いわゆる私たちがイメージする東海汽船の伊豆大島行くやつ、あれとは全然違うね。豪華、で 224.8 メーターありますね、長さが。だからね、私たちのお部屋からここまで来るのめちゃくちゃ大変。そう忘れ物した時とかさ、戻るのかったりな。予約段階でどこのお部屋の何番を私は泊まりますっていうのを、大部屋だったとしても指定できるんです。なのでなるべく中心に近い方がこれが揺れないらしいですね。基本的にすごい大きい船だから、相当荒れない限りこうやって揺れるっていうことはないらしいんですけど、こっちもね。でもこことここの中心
そして船がこうだとしたらこことここの中心とこことここの中心だからど真ん中の部分が一番揺れにくいそうなんで、そこに近い部分を選んだらいいのじゃないのかなと思います。なんか結構半熟かも。あ、半熟。そう悪いですよ。置いといてくださいね。置いといてください。ありがとうございます。いいですね。難しいです。だから今後これ知りたいのに、これの船の名前。クロスワードパズルは本当に難しくて解けないかなというよりは時間がかかりすぎてしまうので、まずは船内探検行ってきます。今私がいるのが4階です。456という形で見てみたいと思います。
およそあと15分ほどいたしますと、進行方向右手右、小田原発前線方向き、姉妹線浜松と行き合います。本線と浜松は連絡を取り合いながら航行いたしております。船旅の思い出にぜひご覧ください。今後方のデッキに来ました。あと10分ほどで姉妹線浜那須とすれ違うそうなので、よし取ってやれっていうことで出てきました。みんな出てきてるね、やっぱり。結構出てきてるので、私たちもこのままちょっと場所取りをして風に当たりながら待とうかと思います。ここはだいたい60人ぐらい入れる映画館ですね。カンファレンスルームっていう名前になってるんですけれども、現在は映画を1日2回上映しているようです。明石家県庁の直井です。この度は新日本海フェリー明石屋にご乗船いただきまして誠にありがとうございます。本船は昨晩定刻23時50分に舞鶴港を出港し、現在山形県飛島沖合を速力約29ノット、時速約53キロで小樽港へ向け出港に航海中です。今後のお気象付きのですが、秋田県
が、入港時刻には多少の変更を生じることがありますので、あらかじめ申し上げます。本船で私、船長ほか乗組員一同安全の都合に努めております。小樽港入港までどうぞごゆっくりお過ごしください。この度は新日本海フェリーアカシアにご乗船いただきまして誠にありがとうございます。ご安行をお祈りしますっていう意味の旗なんですよね。へえ、はい。一応安全に航そうで行ですきますようにみたいな。安全航海を祈る旗ですね。これと5000円をください船長のはい。サイン入りのものと入ってないものありますけど、どちらにしますか？船長のサイン入りと入ってないもの、もちろん船長のサイン入りを。かしこまりました。ありがとうございます。これね。ほら、ステーションが。NHK でしょ。
なんかバトル答えヒントヒント、はいヒントを言います。自分で考えてヒントはい北北北お兄さんに教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうで1670でございます。お昼ご飯食べにまたレストランに来ました。私はカツカレとかき揚げそば。ー、はい、今そうクロスワードをやってて全然わかんなくてずっとこう調べながらやってたんですが、隣にいたお兄さんがいろいろ教えてくれて、助かった。やっぱりね船旅ってゆっくりしてるから知らない方とよくお話しするんだよね。昨晩ね入ったお風呂行った時もね、フィリピン系のお姉さんといろいろ話してね船のことまたいろいろ聞いたんです、その時も。歯切れのいい麺で美味しい。おう飛んできた。あ、気持ちいい気持ちいい。あったかい。そうなんです。ちょっと暑そうだね。すごい速いですねこの船。すごい走るのが速い船ですね。早いよ、高速でやろ。え？色がすごい青い。綺麗。ちょっと常夏っぽい。こんにちは。あれは何の島ですか？奥尻ですか？すごい詳しいな。多分あれは奥尻。すごいね。もうちょっとしたらね、釈迦半島がまだもうあと2、3時間後ぐらいに。今、
午後の5時半ぐらいになりました。だいたい2時ぐらいから4時ぐらいまで2人で自由行動をしまして、私はお風呂に行って4時ぐらいまでかなり温まったりしてました。あなたは？夢の中ずっと寝てたの？だいぶくつろいだ。そうか、よかったね。よかった。私もね、お風呂に入ってサウナに入ってだいぶすっきりした。お肌の調子もねすごい良くなったの。でちなみに女性用はねドライサウナじゃなかったよ。やっぱりね、スチームじゃないんだけどスチームみたいなサウナだった。40度とか。そうそうそう。男性の方もそう。そっか。スチームサウナっぽいやつ。ちょっと一人だったんですよ。もちろん昼間なので、私が出る頃にはお姉さんたち 3,4 人来たんですけど、私が入った時には一人でちょっと怖かった。ゴー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 すごい言ってて。じゃあ今レストランの目の前に来たので夕食を先にいただきますか？いただこうか。いただこうか。あんまりお腹空いてないんだけど。9200円の外出でございます。13方もつけます。グラタンセット。グラタンセット1つ、はい。かけうどん。かけうどんが1つ、150円です。グラタンセット14番、かけうどんが15番でお願いいたします。かけうどんのはい、グラタンセットです。はい、こちらかけうどんです。だいぶコシがある。ちょっと結構もちもち麺な感じ。コーヒーを1つ、はい、210円です。はい。まずこちらレシートの貸しですね。今コーヒーカップをお渡しいたします。はい。あれですかね。そうです。クライポットになります。はい。
製のあああれあれですか？こっち一番向こう。一番向こう。一番あんたあれですね。ちょっと待ってあれすごい。間違いちょっと見えてきたんで。あ、本当に。でもまだもうちょっと出てかな。あそこの先っちょなんとか岬先教えてくれた。大丈夫大丈夫もうね北海道のねもうすぐそばになったからね携帯の電波も入るようになったよ。京都の舞鶴からそうここまで来たの21時間ぐらい21時間ぐらい。そうねこれじゃああっち行こう。こっちへ。はい、今デッキに出てきました。夕日だよ。ね、船旅も終わりに近づいてきて、なんかあっという間の20時間、21時間でした。まだまだあと何時間かは乗ってるんですけど、もうあっという間だね。もうそこに見えてるのは北海道だし、そうだね、うんでこれで日が沈んで今沈むの見えてすごい綺麗だったね、すごい綺麗だった。写真もいっぱい撮ったの。でこれで夜になったらもう到着だ、そうだねほどなく。で、今回私たちが乗ったこの船アカシアなんですけれども全然揺れなかったです。それはなぜかっていうと私たちが波のね、予報を徹底的に見て一番波が少なそうな時に、穏やかな時を狙って予約したからなんですね、それでおすすめのサイトがありまして、ウィンディっていうんですけど、ウィンディはねこういうサイトなんです。こういう風に波っていうところを押していただくと波そしてうねりの予報がこうやって出てくるんです。なので今のところフェリーの旅行っていうのはしたことがない、だけどしてみたい、でも船酔いが怖いっていう方いらっしゃったらこのサイトを確認してチャレンジしてみてください。電波に関してなんですけど、舞鶴出たらもうほどほどに通じなくなりまして、やっと通じるのがね北海道に近づいてきてからかな。そうだね、ぼっちぐらい、なのでデジタルデトックスしたい方にもおすすめなんですが、私が思う大変だったなって思うのは食事です、はい、レストランの営業時間が朝は8時から9時、昼は12時から1時、はい、夜は6時から7時、はい、そういう形で時間がもう1時間なんですよ、決まってるの、だからあんまりお腹空いてないんだけどどうしようかなこれを逃したらまた6時間食べられないしなとか考えちゃうわけ。そうだね、自販機でカップラーメンとかは売ってるけどちゃんとした食事ができないんだよね。そうだね、できないの、カップラーメンでもいいんですよ、カップラーメンでもいいし、いいんだけどやっぱりちゃんとした食事が取りたいとなったら、そういうふうに決められた時間、学校だとかまあちょっと頭に描いたの刑務所なんだけどね、なんとなくなんかそんな感じ、ちょっと頭に浮かんだのはそうですね、刑務所の感じでこの時間にもうご飯1時間っていう形で、そんな形でご飯をどうしようかなとか迷いながら食べるっていうところが、ちょっと気がかりですが全部美味しかったですよ、そう価格がどれもね、そこまで高くないね。なんかイメージというかさこういう船とか飛行機とかさ乗ると、もうその中で買うと高いってイメージがあるんだけど、そうでもないんだね。そんなに陸にいるのと
さほど変わらないぐらい、変わらないですそうねびっ。くりしたのがね、このペプシコーラ、フェリーターミナル、うここ出発する前に買ったやつがね、170円だったの。ん、うん、船で売ってるのがね、全く同じのが160円なの。船で買った方が安いんじゃん。いいです。10円で船の方が安いから、ペプシコーラどうしても飲みたい方は船の中で買った方が。そうちなみにここアカシアですからね。他の船は分からないけど、わからないよはい、そんなわけでなかなか楽しい船旅だったんだけど、もうなんかもう降りなきゃいけないんだって思うと寂しいね。うん、もう今はもうなんか悲しいぐらいだね。そうだね。あまりに快適すぎたから、うん、ああやって昼間の時間に長く乗ってられる、ね、なんもうずっかね、とねデッキに出てた人なんかもいるんだよね。そうそうそうお兄さんねすごい教えてくれたんです。もしそうこの動画発見したらありがとうありがとうございます。ありがとうございます。私たちはオーバーナイトフェリーというと瀬戸内海う一度乗りましたね、阪急フェリーですけれども、あれは本当に乗って夕飯食べて、うんお風呂入って寝て起きたらもうご飯食べて船降りなきゃいけないみたいな、そうそうそういう感じで大忙しなんですよ、なんか船の醍醐味を味わえてなかったんだよ。私たちは2人いたからうんまだなんか花札をしたりだとかそうだね。暇な時間は花札をしたりゲームをしたり2人でダウンロードしておいた映画を見たりしてたんですけれども、1人でもきっと同じように楽しめると思います。一人旅にはいいかもいいかもね。ね、たまに自分を見つめ直したくなる方っていらっしゃるそういうのにぴったりだと思います。ではもうそろそろ北海道小樽に到着しますので、私たちはこの辺で失礼します。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もう曲がったんだね。また音が変わった。すごいガタついてる。舞鶴の何倍かありそうなぐらい立派なターミナルだ。車用の出口もやっと見えてきました。こちらで待機してらっしゃるのはおそらく船内の整備をしたりだとかお掃除をしたりだとかする方なんでしょうか。舞鶴でもあのような方たちが乗り込んでいました。あ、出てきた出てきた。ちょうどここから見えますね。バウスラスターがちょうど起動したようです。ちょうどこの下あたりにプロペラのようなものがあるそうです。それをバウスラスターというそうです。そしてその力によって岸に寄せていく。コメントでガンサさんに教えていただきました。ありがとうございます。前回初めてのフェリー旅だったので、いろんな方からこれはこういうものなんだよっていうふうに教えていただけたので、今回はその情報をもとにいろいろ楽しめました。ちゃんと灯台も見つけました高松博之さん、どうもありがとうございました。またいろいろ教えてください。搭乗橋がすぐそばにあるかな。どう？今ね、掃除の人呼ばれた。呼ばれた？
はい、すいません。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい。